今回は新人類最強フランシス・ガヌーの紹介をしたいと思います。フランシス・ガヌーです。 MMA 戦績16勝3敗 USC 戦績11勝2敗、カメルーン出身の34歳です。今までの MMA の歴史の中でも群を抜いて驚異的な破壊力を持ち、化け物しかいない UFC の中でも最も人間離れをしたとんでもないストライカーです。また MMA 戦績16勝中全てフィニッシュ勝利中ととんでもない破壊力を持っております。UFC パフォーマンスインスティテュートでガヌーのパンチ力を計測したところ、それまでキックボクサーのタイロン・スポーンが保持していた世界記録を更新し、ファミリーカーで跳ねられるのと同様のパンチ力 92.84 馬力を記録しております。ガヌーはカメルーンの貧しい家庭に生まれ、6歳の時に両親が離婚。当時お金がなくあまり学校に通えなかったガヌーは家計を助けるため12歳で危険が伴う砂の採取場で働いていたそうです。離婚して家を出て行った父親は有名なストリートファイターだったそうで、その悪名とガヌーの恵まれた体格に目をつけた複数のギャングから仲間に誘われるも、警察沙汰ばかりを起こしていた父親のようになりたくなかったガヌーはギャングからの誘いをきっぱり断っていたそうです。22歳の時ボクシングのトレーニングを始めるも1年ほどで病気のためにキャリアを中断。村の争いごとの仲裁や村人が奪われた金品を強盗から取り返すなど村の顔役として頼りにされていたそうです。しかしカメルーンで成功のチャンスを得るのは難しいと考え、ボクシングを学んで大金を稼ごうとフランスのパリへ渡ることを決意し、お金を持たないまま徒歩とボートだけでモロッコ、スペインを経由し26歳の時にフランスに渡ったそうです。しかし住むところもお金もなく頼る知人もいなかったガヌーはパリの路上でホームレス生活をします。ガヌーは飛び込みで交渉し、無料でトレーニングをやらせてもらえるボクシングジムを見つけトレーニングを続けました。しかし週末は閉まってしまうジムであったため、週末もトレーニングができるジムを探していたところ、総合格闘技ジム MMA ファクトリーを紹介され、ジムのオーナーのフェルナンド・ロペスに素質を見込まれて、その日から総合格闘技のトレーニングを始めたそうです。この時ガヌーはまだ路上で生活していたため、ロペスにバッグをジムに置かせてほしいと頼むと、そこで初めて住むところがないと知ったロペスはガヌーにジムで寝泊まりすることを許可し、ガヌーのために住居を探してくれたそうです。2013年 MMA を始めてわずか5ヶ月でフランスパリの MMA 大会 100% ファイトにて MMA デビューを果たし、1ラウンドアームバーにて一本勝ちを収めました。当時ガヌーはまだボクシングに未練があったそうですが、デビュー戦で MMA が自分に向いていることを実感し、ファイトマネーを受け取り稼げることが分かると完全に MMA にシフトすることを決意します。2戦目に敗戦を経験するも、その後衝撃のフィニッシュ勝利を挙げ続け、 MMA を始めて2年、デビューからわずか6戦という驚異的なスピードで MMA 世界最高峰 UFC と契約を果たしております。そして MMA 世界最高峰 USC でもガヌーは驚異的なスピードでトップまで駆け上がります。2015年12月 USC デビュー戦ではルイス・エンリケと対戦し、強烈な左アッパーで2ラウンド KO 勝ち。2016年4月後のヘビー級トップランカーカーティス・ブレイズと対戦し、パンチでブレイズの右目を腫れ上がらせ、2ラウンド終了時にドクターストップで TKO 勝ち。2016年7月ボヤン・ミハイロビッチと対戦し、相手に何もさせずに秒殺 TKO 勝ち。2016年12月アンソニー・ハミルトンと対戦し、スタンドの木村の状態でフルパワーで投げてテイクダウンし、そのまま決めて秒殺一本勝ち。2017年1月当時ランキング7位元 USC ヘビー級王者アンドレ・アルロフスキーと対戦し、右フックを放ったアルロフスキーにカウンターの強烈な右アッパーで1ラウンド秒殺 TKO 勝ち。2017年12月当時ランキング1位のアリスター・オフレームと対戦し、強烈な左アッパーで1ラウンド失神 KO 勝ち。とんでもないインパクトを残したアリスター戦は2017年 UFC ノックアウトオブザイヤーを受賞しております。この時 UFC にとんでもない化け物が現れ、6戦6勝全て衝撃的なフィニッシュ勝利を挙げ続けてきたガヌーは世界を震撼させました。この時 UFC 代表のデイナ・ホワイトは、ガヌーはヘビー級チャンピオンになる可能性を秘めている、しかも長期間にわたってタイトルを保持する可能性もあると思うと評価しておりました。そして2018年1月 USC ヘビー級絶対王者スティーペ・ミオシッチとの UFC タイトルマッチにたどり着きました。スティーペ・ミオシッチはスタミナ、打撃、レスリング、組み技、MMA の全局面において非常にレベルが高いオールラウンダー。当時 UFC ヘビー級王座を2度防衛中とヘビー級トップランカーを一掃しておりました。しかし試合前のオッズは絶対王者ミオシッチ相手にもかかわらず、とんでもない強さを見せ続けていたガヌーが有利とされておりました。ガヌーは試合前のインタビューで、みんなはミオシッチが王者なのには理由があるという。
確かに王者になるべくしてなっている。彼が王者なのは私がいなかったからだ。真の王者が今向かっている。ミオシッチは王者ではなくなるとコメントしておりました。試合はミオシッチにテイクダウンを取られ続け、グラウンドの攻防で終始圧倒され、経験値の差を見せつけられ、ガヌーは何もできずに完封され、判定負けを喫し、王座獲得に失敗しました。試合後ガヌーは、今夜このスポーツを4年間やってきて学ばなかったことを学んだ。対戦相手を過小評価していた。そしてこのスポーツで新しいことを学んだ。これまで無視してきたことだ。今夜学んだことはこのゲームの最後のピースだと思っている。ずっと私に欠けていたもの。これまで学ぶ機会がなかったもの。だから本当に強くなって戻ってくるつもりだ。と話しました。2018年7月、再起戦でランキング5位のデリック・ルイスと対戦しました。デリック・ルイスは一撃を持つハードパンチャー。当時 MMA 戦績19勝中 17KO、TKO と KO 必至のハードパンチャー対決として世界から注目され、試合前から絶戦を繰り広げ、乱闘寸前になるなどかなりの盛り上がりを見せておりました。しかし試合はお互い相手の打撃を警戒しすぎて終始お見合い状態。3ラウンド通してルイスが出した打撃が20発、ガヌーが11発。当然会場からは大ブーイング。期待された打ち合いが全くないまま、両者遠い間合いからのミドルやローがほとんどで試合が終了し、ガヌーは判定負けを喫しました。解説のジョー・ローガンからは、歴史上最も退屈なヘビー級マッチだ。この試合に勝者はいないと酷評されるほどの試合でした。試合後、ガヌーは自身のインスタグラムでコメントを発表しました。ミオシッチ戦で感じた恐怖を持ち込んでしまった。本当に申し訳なく思っている。もう二度とみんなをがっかりさせるようなことはしない。今の俺ができることは自分の実力を証明して再びみんなを誇り高くさせることだとコメントしておりました。試合後 UFC 代表でエイナ・ホワイトは、ガヌーはアリスター・オーフレイムに勝ったことで急激に出世してしまった。誰もがガヌーのことを話題にしていたし、私も次に来るのはガヌーだと思っていた。しかし私はガヌーのことが好きだし、株が落ちたとも思っていない。ガヌーはずっと勝ってきた。ガヌーの退屈な試合は今回が最後だと話しておりました。ガヌーはキャリア初の連敗を喫し、世間のガヌーへの評価は大きく下がってしまいました。しかしガヌーの退屈な試合は今回が最後だというデイナ・ホワイトの発言が言葉通りとなり、ここからガヌーは恐ろしいくらいに快進撃を繰り広げます。2018年11月、当時ランキング3位のカーティス・ブレイズと再戦しました。カーティス・ブレイズは当時 MMA 戦績10勝1敗。2016年、ガヌーに TKO 負けを喫してから5連勝を挙げ、ランキングを3位まで上げ、唯一の黒星を払拭すべく、ガヌーとの対戦までたどり着きました。試合は1ラウンド、右フックでダウンを奪い、パウンドで開始わずか45秒の TKO 勝ち。試合後ガヌーは、試合を楽しむためにここに戻ってきた。前回の試合が良くなかったのは、やられることを心配しすぎたからだ。あれから時間をかけて、このスポーツを始めたきっかけについて考えた。当初は世界クラスのボクサーになることが俺の夢だった。そこから MMA を始めることにした。MMA を始めたのは楽しかったからだ。俺はそれを思い出す必要があった。だから俺は楽しむためにここに来た。ひどかった2試合から名誉挽回できればと思っていると話しました。2019年2月、元 USC ヘビー級王者、パウンド・フォー・パウンドランキング上位に長らく君臨していたケイン・ベラスケスと対戦し、タックルを仕掛けたベラスケスにカウンターの右アッパーでダウンを奪い、パウンドで開始わずか26秒の KO 勝ち。2019年6月、元 USC ヘビー級王者、ジュニオル・ドスサントスと対戦し、右オーバーハンドを放ったドスサントスにカウンターの右フックを当て、背を向けたところに再び右フックを当ててダウンを奪い、パウンドで開始わずか71秒で TKO 勝ち。2020年5月、ランキング6位のジャルジーニョ・ホーゼンストライクと対戦し、左フックでダウンを奪い、パウンドで開始わずか20秒の KO 勝ち。UFC コメンテーターのジョー・ローガンは、みんながピストルを持っているのに彼はバズーカを持っているとコメントしておりました。強豪相手に4連続秒殺 KO 勝利を挙げ、2021年3月28日 UFC ヘビー級絶対王者スティーペ・ミオシッチとの UFC ヘビー級タイトルマッチにたどり着きました。ミオシッチは前回のガヌー戦後、ライトヘビー級から階級を上げてきた絶対王者ダニエル・コーミエに敗れて一度は王座陥落するも、ダニエル・コーミエとのダイレクトリマッチで TKO 勝ちにて王座奪還。そしてダニエル・コーミエとの防衛戦でも勝利を挙げ、人類最強の称号を長年保持し続けておりました。試合は1ラウンドからガヌーが打撃をヒットさせ、ミオシッチのタックルにも対応し、2ラウンドガヌーは逆ワンツーで鋭い左ジャブを打ち抜き、ミオシッチをぐらつかせ、ガヌーは連打を出して追いかけ、ミオシッチが左を出したタイミングでガヌーのカウンターの左フックがヒット。ミオシッチはダウンし、レフェリーがストップしました。
フランシス・ガヌーは2ラウンド TKO で勝利し UFC ヘビー級新王者に輝きました。前回苦しんだミオシッチのタックルも切り、グラウンドでの対応力を見せ、前回のミオシッチ戦の課題も克服してリベンジに成功し、ガヌーは驚愕の強さを見せつけてくれました。試合後ガヌーは最高の気分だ、試合は仕事だけど自分自身に約束したんだ、必ずトップに立つともっと強くなる、そのためにもここにいる、ミオシッチとの初戦の敗戦、それこそが素晴らしい学びだった、人生における学びもあった、こんなことを言うのはおかしいけれど前回のミオシッチ戦すら負けたと思っていないんだ、何を学んだか、ファイターとして成長したし自分自身をマネージメントすることを学んだ、その経験がさらに僕を高みに連れて行ってくれた、ジョン・ジョーンズは歴史に名を残す最高のファイターだ、いつでもどこでもすぐにでも7月でも8月でも彼が準備ができたならやろうと話しております。新人類最強フランシス・ガヌー対現在 UFC パウンド・フォー・パウンド1位ジョン・ジョーンズの対戦はとんでもなく楽しみです。試合後 UFC 代表デーナ・ホワイトは笑いながら、私がジョン・ジョーンズでミオシッチ対ガヌーを家で見ていたならすぐにミドル級に転向しようと思うだろうと話しておりました。驚愕の強さで UFC ヘビー級新王者に輝いた新人類最強フランシス・ガヌー、MMA 戦績16勝すべてフィニッシュ勝利を挙げている新王者フランシス・ガヌーにこれからも KO の山を築き王座防衛を行い続けてほしいです。ガヌーはかつてのインタビューでここまで早くトップに上り詰めたことを当然のように思うことがあると話しておりました。 UFC デビュー前から自分のことを信じていた、このスポーツを始める前でさえ自分の人生で何か本当にすごいことをできるって信じていた、多分それでこのスポーツを始めたんだと思う、自分の中に何か感じるものがあったら説明できない何かでもその時はそれをやるべきだと思う、それでみんなに見せるんだと話しておりました。またガヌーはファイトマネーを家族に送ってカメルーンで病に伏せている母親を支えており、そのことが格闘家を続けるモチベーションの一つになっていると話しております。またファイトマネーの一部をすごくカメルーンに寄付し、自身が格闘技を学ぶためにフランスに移住した経緯からフランシス・ガヌーファンデーションを結成し、カメルーンに格闘技ジムの建設をしております。そしてカメルーンの子供たちの視野を広げ夢を実現する手助けがしたいと語っておりました。以上です。 UFC ファイターズガンシリーズ12人目はフランシス・ガヌーを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。